第13話サムシーの秘密。神戸は病院の廊下を歩きながら、サムシーの様子がいつもと違うことに気づきました。彼はサムシーが何かを言いたいと思い、いつしょに誰もいない図書室へ足を運びました。月明かりが静かに差し込む夜、神戸はサムシーと共に病院の図書室にいました。図書室の窓からは満月がこうこうと輝き、部屋全体を柔らかな光で包んでいました。古い木製の棚に並ぶ本の背表紙が月明かりに照らされて静かに輝いていました。外からはフェスタのにぎやかな音がかすかに聞こえてきましたが、図書室の中は静寂に包まれていました。サムシーはいつもと違う様子で何かを伝えたそうに見えました。彼の瞳には深い秘密が宿っているようでした。サムシー、どうしたんだい？神戸が尋ねると、サムシーは大きく深呼吸しました。その呼吸はまるで長い年月を経てきた仙人のような重みがありました。神戸、実は君に僕の秘密を伝えておく方がいいと思う。サムシーは静かに言い出しました。その声にはどこか神秘的な響きがありました。僕の過去と僕が持つ特別な力について。神戸は驚きましたが、サムシーの話に耳を傾けました。彼の心は未知のことへの期待でいっぱいでした。神戸が知っている通り、僕はただの猫ではないんだ。僕は魔法を使える。実は僕たちは古代の魔法使い用と富によって天上の木、血、水、さらに引用の力により魔法を使えるように特別な能力を与えられた存在なんだ。サムシーは続けました。その魔法使い用と富は彼らの寿命が尽きる前に、純粋な心と偽りのない愛を用いて全ての病気の動物たちを救い守るために特別な力を持つ存在を作り出したんだ。その結果、サムシー一族が誕生したんだ。だから我々一族は代々心の底から動物たちを守り助けてきたんだ。ある日魔法の国が悪夢の攻撃を受け、非常に危険な状態になったため、勇者ニャン次郎が僕を時空の門を使い神戸の元に送り届けたんだ。古代の妖精の書には、サムシー一族の子猫と選ばれし獣医師が出会った時、新たな治療法が誕生し多くの動物たちを救うとされているんだ。きっと神戸がこの選ばれし獣医師だと思う。サムシーが神戸に告げた時、神戸はびっくりすると同時に生涯動物たちを救わねばと心に固く誓いました。その時、動物病院内ではアルン動物病院フェスタというイベントが開催されていました。記念講演や健康セミナー、手術室ツアーやアトラクションなど楽しいイベントが盛りだくさんでした。神戸とサムシーはそのにぎやかな音を背景に静かに話を続けました。サムシーは自分が持つ特別な力について詳しく説明しました。それは動物たちの心を読み、彼らの痛みや苦しみを和らげる力でした。また、サムシーは時間を操る能力も持っており、時空の門を使用して過去や未来に行くことができるのです。この力をどう生かすかは君次第だよ、神戸。サムシーは言いました。僕は君と一緒にもっと多くの動物たちを救いたいと思っている。神戸はサムシーの話を聞き、深く考えました。
サムシー、その力を使ってもっと多くの命を救うために頑張ろう。コウベイたちは決意を新たにしました。休館来院。病院内ではアルン病院フェスタが盛り上がりを見せていました。ただアルン院長は休養で留守となり残ったのはコウベイと看護師だけでした。記念講演や健康セミナー、手術室ツアーやアトラクションなど楽しいイベントが盛りだくさんでした。コウベイとサムシーはそのにぎやかな音を背景に静かに話を続けていました。突然病院の入り口から緊急の呼び出しが響き渡りました。休館です。休館が来ました。スタッフたちが慌ただしく動き始めました。コウベイはすぐに反応し、明かりとともに休館のもとへ駆けつけました。休館は交通事故に遭った犬のポチでした。ポチは血まみれで呼吸も荒く、非常に危険な状態でした。コウベイは冷静に状況を把握し、明かりに指示を出しました。明かり、すぐに酸素マスクを用意して。私は出血を止める処置を始める。コウベイは迅速に行動し、ポチの命を救うために全力を尽くしました。明かりは素早く酸素マスクを取り出し、ポチに装着しました。コウベイ先生、酸素マスクを装着しました。明かりの声には緊張感がありましたが、その手は確実に動いていました。よし、次は輸血の準備だ。ポチの血液型を確認して適合する血液を用意してくれ。コウベイは冷静に指示を続けました。明かりは迅速に血液型を確認し、適合する血液を用意しました。輸血の準備ができました。コウベイ先生。コウベイはポチの出血を止めるために縫合を始めました。明かり、輸血を開始してくれ。ポチの命を救うために私たちの全力を尽くそう。明かりは輸血を開始し、ポチの状態をモニタリングしました。コウベイの手は正確で迅速に動きました。彼の集中力と技術はポチの命を救うために全力を尽くしていました。数時間後、ポチの状態は安定し始めました。コウベイと明かりは疲れ果てていましたが、ポチの命を救えたことに安堵の表情を浮かべました。コウベイ先生、ポチの状態が安定しました。明かりは微笑みながら言いました。よくやった、明かり。君の助けがなければ、ポチを救うことはできなかった。コウベイは感謝の気持ちを込めて言いました。その夜、コウベイと明かりは新たな絆を感じながら病院の廊下を歩きました。彼らはこれからも多くの命を救うために全力を尽くすことを心に刻みました。その夜、コウベイとサムシーは新たな冒険に向けて準備を始めました。彼らはサムシーの力を最大限に生かし、動物たちのために全力を尽くすことを心に決めました。